最近は仕事のメールの返事を AI に書いてもらうことがあります。文面を作らせて、それを自分で直してから送るんです。早いので結構使っているんですけど、いつも同じところを消しているんです。存じますというところです。ご確認いただけますと幸いに存じます。AI はだいたいこういう文を書いてきます。間違ってはいません。綺麗な日本語です。それでも私は最後の存じますを消してこうします。ご確認いただけますと幸いです。丁寧な表現は減りましたけど、失礼になった気はしないんですよね。皆さんこんにちは、陽介です。今日も一緒に日本語の練習をしていきましょう。今日は敬語をどこまで足すかという話をしたいと思います。存じますは間違いではありません。きちんとした敬語です。存じるというのは思う、知るの改まった言い方ですね。国が出している敬語の説明にもちゃんと載っています。だから使っている人が間違っているわけではないんです。ここから先は私の感覚の話になります。存じますって普段の会話では言わないんですよね。私も口に出したことはほとんどありません。使わなさすぎて文字で見ると違和感があるんですね。違和感というのはなんとなく変だなと感じることですね。それで、あ、これ AI が書いているなと感じてしまうんですよね。AI が出る前の3年前ならこんなことは思わなかったはずなんですけど、それに丁寧な文が来ると、こちらも同じくらい丁寧に返さないといけない気がしてきます。そうやってお互いの文がだんだん長くなっていくんですよね。日本語のビジネスメールには決まった飾りがいくつもあります。お世話になっております。何卒よろしくお願いいたします。ご差収のほどお手数をおかけしますが、毎日どこかで見る言い方ですよね。日本語のビジネスメールはだいたい4つに分かれています。最初に会社名、相手の名前、次に挨拶、それから本文、最後に結びの言葉ですね。このうち挨拶と結びがほとんど決まり文句なんですよ。お世話になっておりますはその挨拶の方です。初めて連絡する相手にもこれを書く人がいます。というか、ほとんどの人が書くと思います。まだ一度もお世話になっていないのにです。意味を考えると変なんですけど、書かないと落ち着かないんですよね。AI は本当にきれいに文章をまとめて書いてくれます。ただやっぱり気になるところもあるんですね。そして引っかかるところは大体同じなんです。文の一番最後です。さっきの存じますも最後に一段足す形でしたよね。何卒よろしくお願い申し上げますも同じです。お願いしますという言葉を丁寧に伝えているんですが、丁寧すぎるんです。何卒というのはどうかという意味なんですね。どうぞよろしくお願いしますのどうぞ。それを固くした言い方ですね。この何卒を使うことは違和感はありません。問題は最後についている申し上げますですね。何卒よろしくお願いいたしますだったら普通に感じるのに、何卒よろしくお願い申し上げますだとやりすぎな感じがする。丁寧な言葉を重ねすぎると違和感を感じるんですね。ただ、私が減らさない言葉もあるんです。お忙しいところ恐縮ですが、これはほとんど毎日使っていますね。ご一報いただけますと幸いです。も使いますし、ご差収のほどよろしくお願いいたします。もそのまま使います。お忙しいところ恐縮ですがは、相手の時間をもらうことへの気遣いですし、ご一報いただけますと幸いですは、連絡をくださいというお願いですよね。
ご査収くださいは確認して受け取ってくださいという意味です。どれも相手に向かっている言葉なんです。先に言っておくと、私は敬語のプロではありません。正しいかどうかは専門の人の方がよく知っています。私が見ているのは自然に聞こえるかどうかだけなんですよ。そしてこの自然さというところを AI はまだ少し外している気がします。正しい敬語は完璧に返ってくると思います。でもこの場面でこれは重いなというところがまだ合っていない気がします。もし皆さんが AI を使って日本語を書くときにこの違和感に気づけたら、もう皆さんの日本語は最上級かと思います。ここまでは私の感覚の話でした。ここからははっきり間違いだと言われている言い方の話です。これが結構使われているんですよ。私も使ってしまっています。二重敬語という言葉があります。一つの言葉に同じ種類の敬語を2回重ねてしまう形ですね。例えば、ご覧になられましたか？ご覧になるでもう敬語になっていますよね。そこにられるをもう一回足しています。おっしゃられたも同じです。おっしゃるで足りているのにられるを重ねている。国の説明ではこういう形は一般に適切ではないとされています。ただ、こんな調査があるんです。おっしゃられたを聞いて気になりますかと日本人に聞いたところ、気になると答えた人は3割いませんでした。6割の人は気にならないと答えています。間違いだと言われている形が6割の人には引っかかっていないわけです。私のメールにも似たようなものがあります。お伺いさせていただきます。これはよく使います。伺いますが敬語なのにそれに足しているんですね。させていただくは本来は相手に許可をもらってそのおかげを受けるときに使う言葉です。許可をもらう場面でなければいたしますで足りるんですね。それでも私は普通に使っています。やりすぎ敬語になっている可能性はあるけど、このあたりはずっと使っているので違和感なく使えるんですね。もう一つ私がよく使う言葉があります。幸いです。ご確認いただけますと幸いですの幸いですですね。嬉しいですというくらいの意味ですね。ご確認くださいというよりも確認してもらえると嬉しいなを丁寧にしている感じですね。とんでもございませんという言い方もあります。これも昔は誤りだと言われていた言葉です。とんでもないで一つの言葉なのに、ないのところだけをございませんに変えるのはおかしいという理由でした。ただ、2007年の国の説明では、褒められた時に謙遜して打ち消すなら問題はないとされているんです。つまり、ダメだと言われていた言い方を国の方が後から認めたわけです。言葉のルールも動くんですよね。ここからは私が目上の方やお客様には使わない方がいいと思う言葉をお伝えしていきます。一つ目は了解しました。これ、目上の人には使わない方がいいと言われます。目上の人やお客さんには承知しましたを使います。かしこまりましたでもいいですね。理由をうまく説明できないんですけど、了解は少し軽く聞こえるんです。二つ目は、なるほどですね。最近結構使う人がいます。相手が言っていることに対して納得するときに使う言葉です。なるほどは、相手の話を自分が評価、納得する言葉なので、そもそも目上の方には使えません。目上の方に使いたいときは、おっしゃる通りですね。そうだったんですね。という言葉を使うといいですよ。あとは、
ご苦労様ですも目上の方には使わない方がいいと言われる言葉ですね。これは私も普段は目上の方には使いません。ただ、場面によってはあり得るとも思っていて、絶対にダメだとは感じないんです。このあたりは人によって随分違うところです。相手によって変わる言葉もありますね。お疲れ様ですは、社内では毎日使いますけど、社外の人には使いません。これは私も会社に入った時にそう教わりました。実は日本人の多くは敬語でのメールの書き方を学校で習っていないんですね。周りの人が送ってくるメールや使っている言葉を見て聞いて真似して覚えています。だから正直私が使っている敬語も実際のところは間違っているかもしれません。敬語って日本人でも難しいんですね。なので今日の話はちょっと難しかったと思います。私が存じますを消すのも私の基準でしかありません。AI が書いた文章が出回り、みんなが使うようになったら、存じますが普通になるかもしれませんね。皆さんがよく使う日本語の丁寧な表現は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今日の話が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。日本では季節がだんだんと秋になっていきますが、風邪ひかないように気をつけましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。